ギガトロンの野望を暴け。私は作戦コンピューターアイちゃんって呼んでね。サイバトロン戦士エマージェンシー。こちらカーロボ3兄弟。どうしたアイちゃん。スピードブレーカーがまたいないぞ。ヤッホー、アイちゃん、こちらスピードブレーカー。こちらチーム新幹線。影となりて街を守る。スパイチェンジャー、ここに参上。今日は地球へ来てからの戦いを振り返り、デストロンガーを追い出すために何をなすべきか考えてみたい。そんなこと言われてもな。せっかくさっき赤いスポーツカーを見つけたとこだったのに。あのなスピードブレーカー、お前一人のせいでカーロボ3兄弟の評判がガタ落ちなんだよ。何？おいマハラト、お前の真面目面こそ見飽きたぜ。まあまあ、兄弟喧嘩は犬も食わないって言うんだな。言わねえよ。警報、それを言うなら夫婦喧嘩だ。そうだっけ。まあ駅弁でも食べて仲良くって。みんな静かに。ファイヤーコンボイの言うことを聞くんだ。今日突き止めなければならないのはデストロンガー出現の謎だ。そんなこと決まっているだろう。地球侵略のためだよ。常日頃デストロンガーもそう言っている。俺もそう思ってたぜ。ところが検証してみると不思議なことに気がつく。ギガトロンが初めて現れたのはニューヨークのミレニアム宣言の会場だったわね。我が名はギガトロン、デストロンガーの闇の破壊神。今日よりお前たちの神となり、この星に君臨する。お前たちがこの星を代表する学者たちか。そうだったとしたら私のしもべとなり、新たなるデストロンガー帝国を築くために働くのだ。断る。侵略者の言いなりにはならん。おお、随分な勇気だ。変身ギガバット、おめえたちの頭脳足がいただくでやんす。神となりこの星を支配すると言いつつ、ギガトロの地球侵略作戦は完璧とは言い難い。最初の襲撃はミレニアムの記念行事の会場でしょ。平和を願う会場を攻撃するなんて、なんて奴らなんだ。まあまあマハラと、そういう場所を襲うからこそコンパクトってやつがあるんだ。コンパクト？なぜギガトロンが女性の化粧鏡などを狙うんだ。スピードブレーカー、お前それでもパトカーか。奴らはな、人の心にコンパクトを与えて、こいつら強い、こいつらと戦っても勝てないってやる気をなくそうとしたんだよ。おい、それを言うならインパクトだ。あれ、そうだったっけ。まあいいじゃないの、固いこと言わないよエルドライド。お前一人でカーロボ3兄弟の品位を落としてんな。ありがとう。カッタービーム。愚かなスクラップになりに銀河の果てまでやってきたか。何千年来の腐れ縁だ。そんな攻撃が効くと思うな。ファイヤーフラッシュ。ギガトロン、この星で何を企んでいるんだ。変身ギガドラゴンチンブレス。おめえなんかと口も聞きたくねえんだよ。出てきやがれ野郎ども。グッシャー変身、ガスカン変身、ギルド変身。基地に戻るんだ、ユキ君。それにしてもあいつら散々暴れやがって。まあそれだから俺たちが活躍することができるってことさ。おお、アイちゃんのエマージェンシーがかかれば世界のどこへでも駆けつける。しかしギガトロンの部下のビーストたちはずる賢いやつらだ。まああいつらぐらいカーロボ3兄弟にかかれば敵じゃないよ。見てくれよ、俺たちのかっこいい戦いぶり。でもワイルドライドはどうして高いところが好きなんだ。いやー、兄貴の趣味に口を出さないでほしいな。いいじゃないか、強ければなんだって。
そういうことか。まあカーロボ3兄弟の自慢話もそれぐらいにしとくんだね。マッハラートトランスフォーム。山を見ると無性に走りたくなるんだ。黒だ黒だ。この振動この角度ダブルトランスフォームトランスファウスト。何すんでんだ。マッハラート再開祝いのジャックテイリアバリアシールドジェットミサイル。敵越冬より来た。これ倒すのみ。ビーストボールジャックモッド。傷が。俺の怒りがレッドゾーン振り切っちまったぜ。エグゾーストボーガン。36系逃げるにしかず。それから後のギガトロンの作戦も納得のできるものではなかった。そうデストロンガーが狙ったのは軍事基地とか世界の主要都市とかじゃなかったのよ。そうそう、最初に狙われたのが俺の赤いスポーツカーちゃん。あのスポーツカーには特殊なエネルギーが仕掛けられていたんだ。確かに奴らの作戦の多くはエネルギーを奪うこと。あー辛かったな。俺の赤いスポーツカーちゃんがバラバラにされちゃって、俺が頑張って助けなきゃ大変なことになってたぜ。ちょっと待てスピードブレーカー。運転手を助けたのはお前じゃなくてマッハラートだろ。あれそうだったっけ。お前そういうことだけは都合よく忘れるよな。もうたまには赤いスポーツカーから離れられないのかな、スピードブレーカー。ジェットトンファドラグナイフ。お前らの相手をしている暇はねえんだ。ジョーズ・チョービード。拙者にお任せ。ジョーズ・ティース。プリンセスついに高性能爆弾を手に入れたぞ。ああプリンセスがバラバラに。おいおい大丈夫ですか。輸入したばかりの新車だったのに。彼らデストロンガーのエネルギーへの執着は凄まじい。我々スパイチェンジャーの初出動も高密度エネルギーを狙った奴らの渋滞作戦だった。やっぱりあれかな。エネルギーを集めてガソリンスタンドでも始めるつもりなのかな。笑えないなオックス。そんな冗談ばっかり言ってるから俺たちスパイチェンジャーは軽く見られるんだ。怒るなよ。誰も君たちのことを軽くなんて見てないんだな。確かに身は軽くてすごいなーなんて感心はしてるけどまあな、忍者ってのは体が資本だからな。いつも訓練は怠りない。だからあんなすごい技とかできるんだ。忍者として当然の務めだ。忍者はどこの誰忍者誰なんじゃなんて。オックスごめんなさい。オックスはダジャレの訓練もした方がいいんだな。メンバーそっちの作戦かい。オートガンイーグルガンゴールガンオックスガンカウンターガン。何よこいつら。 X ガントランスフォームトランスフォームトランスフォーム。ライトメーター戦闘メイゾーファイアーボム。奴らがなぜエネルギーを欲しがるのか、何か手がかりはあるのか。手がかりはユウキ君を船から助け出したあの事件だ。そういえば俺がかっこよくジャンプしたあの事件。スピードブレーカーお前は全然飛んでいない。えそうだったっけ。バーってジェット噴射して。それをやったのはこのマッハーラートだって。後の調査であの戦いにおけるデストロンガーの目的が分かったと聞いたが。報告するわ。海底のエネルギーを送るためのケーブルに細工がしてあったわ。それに海底遺跡
何か巨大なものが隠れていた跡があったの。おそらくデストロンガーの移動基地の跡だろう。つまり彼らがエネルギーを欲しがったのは移動基地に使うためというわけか。そうなの？いくらデストロンガーたちがケチだからってエネルギーぐらい積んでくるだろうぜ。しかし彼らの住んでいた宇宙と地球のあるこの銀河との距離ははるかに遠い。ガス欠ってこともあるか。おそらく地球にたどり着くのがやっとだったんだろう。かー、なんてやつらだよ。しけてるぜ。まったく、そんな心構えで地球が侵略できるとでも思っていたのか。思っているみたいよ。ギガトロンは見かけによらずアバウトな性格だったようだ。ギガトロン様、あんなこと言っていますよ。元はといえばお前たちがしっかりしていないからだ。そんな。さっさとエネルギーを奪い本来の目的を成し遂げていれば地球の支配はおろか宇宙の支配までも。私たちもギガトロン様の偉大さを人間どもに知らしめるために一生懸命頑張っているんですよ。ご覧ください、ギガトロン様。完全に制御されたリニアカーだと人類には完全制御など不可能なことを教えてやる。そうなればデストロンガーの恐ろしさを思い知ることになる。一生懸命やってるのになんだか認められないのよね。投げくらガスカンク。せやで、努力すればいつか花が咲く日も来るって。そうだ、明けない夜はないとも言うぞ。みんなで頑張るんだ。ゲルザおいおい、自分たちだけ悲劇の主人公にでもなったつもりか。いや、ちょっと気持ちが入りすぎまして。あの時も結局わしが出ていかなければ戦いにならなかったではないか。それは卑怯にもチーム新幹線のやつらが JRX なんかに合体しやがったから。強すぎるのよね、ほんま。やつらできる。バカ者、何を感心してるんだ。申し訳ありません。全部トランスフォーム。三大合体 JRX。 何を全部テイタス。何そう、J パンツ。しかし我々の実績をあれだけで評価されては困ります。スピードブレイカーを人質にしてファイヤーコンボイを倒そうとしたこともあったでしょう。あれはいい作戦だった。近づいてからだ。ファイヤーコンボイ来ちゃダメだ。すぐにここから出るんだ。ファイヤーコンボイトランスフォーム。よくも今まで散々邪魔してくれたな。くれカッタービーム。カウンターアローを裏切らせようとしてあと一歩まで行ったこともあったよな。あれは惜しかった。いいぞ、カウンターアローが離れたら吹っ飛ばしてやる。分かったから静かにしろ。せっかく傍受した電波が聞こえないではないか。はい、すみません。しかしどうにも理解できない作戦もある。それは何なんだ、ファイヤーコンボイ。デゴイチ襲撃事件だ。世界最速の列車を狙った時は彼らの力を世界に見せつけるためと思えたのだが、地方を走る蒸気機関車ではそうとも思えないし。それにエネルギーを狙うにし
してもデゴイチの蒸気機関のエネルギーはたかが知れているわ。デゴイチを襲撃したのはやっぱりかっこいいからじゃないのかな。オイラたちだってご先祖様の汽笛を聞くと背筋がゾクゾクとなるものね。なんだ一緒にすんな。そんなのおめえだけだよ。そんなご先祖様を粗末にしちゃいけないんだな。そう、あの事件は謎なのよね。パパはね、エネルギーに満ち溢れたデゴイチが好きだったんだ。自分で蒸気機関車の資料を1枚のディスクにまとめるぐらいだったから。じゃあデストロンガーのやつらデゴイチの情報は大西博士から？ひょっとするとそこに彼らの目的の謎を解く鍵があるのかもしれないぞ。ゲルシャークもギルドも大したことないな。こんな鉄の塊にグッシャ変身だ。よいしょーっと。まだ懲りずに来たんだな。 J4 トランスフォーム。だーら何それこら。みんなあんなやつ仕留めるのに何もたもたしてんのかしら。もっと頭を使いなさいって。なんだ。体がしびれるぜ J5。 あら、なんで D5 だけ止まらないの？ご先祖様、その先はレールがないはずなんだな。ウォーターストーム、止まってくれ。ご先祖様。トランスフォーム。はあ。最初の襲撃の舞台となったミレニアム記念会場には世界各国から偉い人たちが集まっていたわ。しかしあのミレニアム会場から連れ去られたのは大統領でもなければ将軍でもなかった。そうだ、ユウキ君の親父さん大西博士一人だったぜ。ギガトロのやつ、地球人のお友達が欲しかったんだな。そんなことはない。確かユウキ君のお父さん大西博士の専門分野は宇宙考古学だったね。そうだよ。パパは大昔地球に宇宙人が来て文明や遺跡を残したって証拠を探してるんだ。世界中の不思議な遺跡を回ってね、オーパーツっていう古い時代には作れっこないすごい発掘品を調べるようなこともしてるんだ。そんな遺跡やオーパーツの中にギガトロンが地球にやってきた目的があるとしたら。ギガトロン様、我々の秘密がバレバレになるかも。慌てるな。奴ら当てずっぽうで言っているだけだ。まだ何も分かってはおるまい。ギガトロン様は何のために宇宙の果てのこんな星を手に入れようとなさるのです？どうせならもっとド派手な惑星がいっぱいあるでしょうに。この星には宇宙の全てがある。宇宙の全て？それは風の噂じゃ。その情報を手に入れたら宇宙を支配できるくらいのすごいものらしい。探すといってもこの星も広いですし。何のためにこの星随一の頭脳の持ち主大西博士を誘拐したと思っているんだ。その星のことはその星のものに聞けという。大西博士の頭脳からこの世界で一番大事な場所を探り出す。そこにきっと宇宙を支配できるほどの情報がある。デストロンガーが重要なアイテムを地球の遺跡で見つけようとしているとすると、カッパドキアにゲルシャークが現れたのも理解できるわ。そうか、あいつらパパから。おそらく何らかの形で情報を取り出したのだろう。ということは大西博士はまだ元気でデストロンガーのところにいるってことね。地球の遺跡に一体何が隠されているというのか。ユウキ君、何か大西博士から聞いたことはないかい？でもパパがいつも言ってた言葉がある。人間は全てを知ったつもりでいる。でもこの地球上にはまだまだ多くの謎が秘められているんだ。地球に秘められた多くの謎、
その謎の中にデストロンガーたちの目的があるに違いない。デストロンガーにものすごい応援部隊が現れるって噂よ。今でも持て余してんのに。サイバトロンにもインディーヒートとレッカーフックって新しい仲間が増えたわね。多少正確に問題があるようだが。トランスフォーマーカーロボット第14話、敵味方ブラックコンボイ、おドキドキ待ってて。大丈夫、熱い心に不可能はない。